皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャスト、ジャパ耳です。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のテーマは、世代で変わる日本語です。ジェネレーションギャップ、略してジェネギャ。私は最近までこの略し方を知らなかったんですが、最近よくジェネギャと言うそうです。年齢の違う人たちの間で考え方や感じ方に差があるのがジェネギャですが、言葉のジェネギャもあるんです。そこで今日は世代で変わる日本語をテーマにいくつかの若者言葉の背景についてお話ししていきます。今日取り上げるのは、やばい、えぐい、しんどい、尊い。どれも前からある言葉で新しく誕生したものではないですが、世代によって使い方が異なるんです。今日のポッドキャストは中級から上級へステップアップしたいという方におすすめの練習となっていて、N1 や N2 レベルの言葉や文法も積極的に使うので、繰り返し聞いて日本語の音に慣れてほしいと思います。それでは始めましょう。ジャパ耳。まずは言葉の使い方に現れるジェネレーションギャップとして代表的なやばいという言葉。これは世代間で意味が大きく変わった代表的な言葉です。もともとやばいは危ない、悪いといったネガティブな意味でした。例えば、今日のテストやばかったというのは、全然できなかった、結果が悪かったという意味ですね。しかし今では、やばいという言葉をポジティブな意味でも使います。この動画、やばい。すっごく面白い。推しのインスタ、やばい。最高にかっこいい。つまり、やばいだけで驚き、感動、嬉しさ、焦り、あらゆる感情を表現できる万能ワードになったんです。ちなみに推しというのは自分が大好きな人や物のことを表す言葉で、アイドルや俳優、スポーツ選手といった実在する人物だけでなく、二次元キャラクター、歴史上の人物、さらには鉄道、建築物、仏像といったものも対象になります。さて、やばいに代表されるような言葉の意味の変化は言葉が生きている証拠。言葉は時代や文化、人々の感情とともに変化していくものなんですね。そして面白いのは、ある言葉が若者の間で流行り始めると、少し遅れて中年層にも広がり、さらに数年後には古いと言われてしまうというサイクルです。言葉の流行にもまるで賞味期限があるようです。ところで、最近やばいの別の言い方も出てきています。本来の意味や最近の使われ方などについて見ていきましょう。えぐいはえぐるという動詞から来ていて、本来の意味は強烈とか深いといった感じです。例えば、このスープ、ニンニクがえぐいというと、味が強い、味がきついという意味になるし、あのシーン心をえぐられたというと、精神的に辛い、心が痛いという意味になるんです。
でも最近では特に若者の間でえぐいという言葉がやばいと同じような使い方になりつつあります。しかも、やばいよりもインパクトが強いとき、リアルにすごい感じを出すときに使われているようです。例えばこんな感じです。あの人の歌声、えぐい。本当に上手。昨日のテスト、えぐかった。本当に難しかった。あの選手のプレー、えぐい。本当にかっこいい。このトレーニング、えぐい。本当に疲れる。ポジティブにもネガティブにも使われていて、実は今大学生の私の弟もよくえぐいって言ってます。でも10歳年上の私や両親にとってえぐいという言葉はどちらかというと否定的な意味を持つ言葉なので、弟がこのアニメえぐいと言ったとき、このアニメあんまり好きじゃなかったのかと思ってしまいました。でも本人曰く、このアニメは面白すぎるという意図だったそうで、私たちは、なるほど、日本語が新しくなってると感じたものです。家族間でもジェネレーションギャップがあって、日々新しい発見があるんですよね。それから、しんどいというのは、関西弁がルーツで、標準語では疲れる、辛いという意味になります。一般的に身体的、精神的に大変な状況で使うネガティブな表現です。例えば、今日は仕事が多くてしんどいというと、とっても疲れていることがわかるし、しんどいから学校を休むというと、体調が悪いことが表現できます。これに対して、最近では特に若者の間で、感情が強すぎて言葉にならない時の表現として、やばいの代わりにしんどいが使われているようです。例えばこんな感じです。このドラマ、しんどい。胸が苦しくなるほど感動。推しが可愛すぎてしんどい。胸が痛くなるほど可愛い。このように、好きすぎて苦しい時には、やばいの代わりにしんどいということがあるようです。私がしんどいという時は、本来の関西弁の使い方のことが多いので、この新しい使い方を知った時はちょっと意外でした。そして最後に、尊いという言葉。尊いというのは古くからある言葉で、価値が高い、神聖で汚れがない、大切だという意味があります。日常的な文脈に限らず、宗教的、儀式的な文脈でも使われます。例えば、祖母の教えは尊いとか、命は尊いものだといった感じで、価値の高さや大切さを表すことができます。これに対して、今の若者の使い方としては、推しが美しすぎて尊くて言葉にならない状態を表します。つまり、普通にやばいのではなく、神レベルにやばいということです。
例えばこんな感じです。あのシーン、尊すぎて無理。美しすぎて本当に感動。推しが笑った。それだけで尊い。本当に嬉しい気持ち。尊いという言葉が持つ本来の神聖なイメージがオタク文化や推し活の中で変化して、本当に本当にやばいという意味で使われるようになったようです。ここまでのお話は一例に過ぎませんが、世代で変わる日本語はたくさん存在しています。同じ言葉でも本来の意味で使っている人と新しい使い方をマスターしている人がいるんです。日本語って難しいけど面白いですね。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日は世代で変わる日本語をテーマにいくつかの言葉の使い方についてその変化の背景を紹介しました。皆さんが新しい言葉を見つけたとき、辞書で調べるだけだと本来の意味しか載っていないこともあるかもしれませんので、もう一歩次の段階へ、その言葉の実際の使い方を知ることができると、なお素晴らしい学習体験になるのではと思います。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。